Dans le dernier épisode, nous avons fait la connaissance d'un collectionneur hors du commun, Jironosuke, résident à Tokyo et dont la spécialité est de dénicher les jeux dits not for sale. En d'autres termes, des logiciels particulièrement rares non vendus dans les commerces habituels. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, même si le retrouver n'est pas une sinécure. この通信カートリッジ全部知ってる人ってまだ誰もいないので、もっとあるのかもしれない。それを調べるのが楽しいですね。なるほど。じゃあもう少しなんか見せてください。はい、面白いものがあれば。これはスーファミです。あ、スーパーファミコンの。これボンバーマンのゴールド。あとこれは国尾くんの。ああ、これは何？ドラゴンボールの店頭バージョンのサンプルでちょっとデモが流れるやつですね。完成品ではないテストプレイのやつとかも持ってるんですか？あります。お、これドラえもん。ドラえもん。なんかあったんだ。たくさんどれがどれだったかありすぎて。ここゲームボーイのソフトですよね。そうですね。どういうのなんですか？これソリティ。ソリティ。キックボクシング。キックボクシング。これ海外のゲームですよね。そうです。これがウルトラクイズとかですね。実際に遊んでみて完成品と違いがあったりすることがあるんですか？あります。はい。子供が生まれる前は街あるって探してました。特にゲームショップじゃなくてリサイクルショップとかフリーマーケットとか、あと古本屋とか、あんまりゲームがなさそうなところに意外と埋もれてたりするので、それファミコンの非売品こういう非売品ソフトとかも昔はなんか本当に電気屋さんとかそういうとこになんかどっかに隅っこに転がってたりとかあったので、ただ最近は仕事と子育てが忙しくなっちゃってもう家でインターネットで買うしかないんですけども。Comme la plupart des collectionneurs de jeux vidéo, Jironosuke ne se contente pas d'accumuler les jeux sans tenter d'aller beaucoup plus loin. En réalité, ce qui le passionne avant tout, c'est la recherche. Mais pas forcément que la recherche de jeux. なんか見たことのないソフトがあると思ったらそれはもしかしたら本物かもしれないし、もしかしたら偽物かもしれない、いろんな可能性があるんですけども、初めて見たっていうものを、例えば手に入れて、これはどういった経緯で世の中に出てきたのかなって調べるのが楽しいですね。Et au cours de ses recherches, Jironosuke est parfois tombé sur des objets insolites vraiment étonnants. Parmi eux, il y a la Study Box pour Famicom. Un adaptateur de cassette audio qui permettait aux enfants de réviser leurs devoirs sur leur Famicom. 算数ですね。算数。これ英語で。Enjoy English。で本体はお持ちですか？本体こちらですね。はい。スタディボックス。こういうやつです。こういうの普通のお店には売ってないんですよね。そうですね。ベネッセとかに連絡して送ってくれるというような。そうです。通信教育用なんで通信教育を受けたいですって言って申し込むとこれが送られてくる。Mais en matière d'enseignement, la Famicom a également tenté d'autres approches inédites. ここでファミコンの NHK 学園というのがあります。Jironosuke se fait d'ailleurs une joie de nous présenter un autre objet de l'époque, totalement oublié des joueurs et surtout hyper rare. それをファミコンソフトを使ってやろうというやつで、当時小学校算数4年5年6年とあって、カセットが1本18,000円で高いですね。結構高かったです。だからちょっと多分ねやってた人は少なかったんじゃないかと思います。でもこんな風にコントローラー握りながら勉強ができたと。そうです。はい。でかいですねカセットが。でかいんです。置き場所に困るんですけど。いっぱいありますし。キューター。これがキューターで。こういうパッケージですね。で説明書でこれがこういうカセットですね。ここに差し込んで使います。はい。実際のカセットがこれですね。はい。こんな感じです。なるほど。見たことないですね。コナミって書いてありますよね。共同開発ってことなんですか？そうですね。コナミが作っていて、だから実際にプレイすると
音とか効果音がすごくコナミっぽいです。音が綺麗です。Outre les tentatives de logiciels ludo-éducatifs de la Famicom vendus uniquement par correspondance, Jironosuke possède des objets encore plus insolites. ワンダースワンでママミッテっていうソフトがあって、何かっていうと母子健康管理系っていうんですけども、実は、子供が生まれたばっかりの赤ちゃんをママが抱っこして、で風呂上がりに体重計の上に乗って、お母さんと子供の体重を測るっていうそういう機械なんですけども、それはワンダースワンの機械とソフトを使っていて。本当そんなのあったんですか？はい。で、それを買おうと思ったらそういうの存在を知って買おうと思ったら売ってなくてですね、そうしたらもう中古で探すしかないんで、そうしたら世の中の子育て中のママさんたちに連絡してありませんかって聞いて回るわけですけども、そうするとあなたの使った体重計譲ってくださいってなんかものすごく怪しいんですよね。恥ずかしいんですよ。だからどうやったら怪しまれないかというのを考えながら一生懸命ですね探し回って。あと個人的に気に入っているのが、はい、これでキラキラスターナイト。これ最近のゲームじゃないですか？そうです、はい、これのゴールドバージョンで、ゴールドカートリッジです。すごいですね。マジでデラックス。一応3本だけ作られたやつのうちの2番目です。すごいですね。力さんからもらったんですね。1本が力さん持ちで、もう1本がこれの大会があった時優勝者で、もう1本が虎の穴っていうショップの検証で配られて、その検証に当たったので。すごい。なるほど。自分が持っているコレクションについては、私自身は十分にもう楽しめているので、仮にコレクションが何かの理由で全部なくなっちゃったとしても、多分あんまり気にしないと思います。また楽しく集めればいいってそういう楽しさが始まるだけなので、また集めればいいなと思います。Et c'est ainsi que nous quittons Jironosuke et sa collection si originale. Jironosuke-san, arigatou gozaimashita. Nous avons été heureux de pouvoir découvrir des objets dont l'existence même nous échappait totalement. C'est vraiment grâce à des collectionneurs comme lui que l'on peut désormais compléter des pans entiers de l'histoire méconnue des jeux vidéo et transmettre d'incroyables anecdotes. Ok, bon nous, on va maintenant partir loin à Ibaraki. On va voir notre prochain collectionneur, c'est à pratiquement 2 heures de route, 2 heures de train. Je ne connais pas vraiment qui est notre prochain collectionneur, je sais juste qu'il a une pièce incroyable et qu'il essaie de réaliser tous ses rêves d'enfant chez lui, dans sa maison. Tout le monde m'en a dit beaucoup de bien, tout le monde m'a dit que c'était quelqu'un de très gentil, de très expressif, donc j'ai hâte de le rencontrer. Notre train. On a 1 heure de train, on a réussi à prendre des tickets pour réserver nos places assises. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec notre Rail Pass, on a pu prendre les places assises gratuitement. C'est chaud. Voilà, on vient d'arriver à Ibaraki. On attend Lo-san qui est notre prochain collectionneur. Il a dit qu'il venait nous chercher donc à la sortie est de la gare. Je ne sais pas dans quelle voiture il va arriver. Il nous a dit d'attendre ici. On va attendre sagement. Il ne devrait pas tarder. Bon. Ah, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes avec lui, mais... Lo-san. どうもこんにちは。すごい T シャツじゃないですか。素晴らしい。はじめまして。はじめまして。プロです。はじめまして。どうも。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高ですね。早かったですね今日。いやいやごめんなさいね突然。ありがとうございます。掃除するのが大変で。そうなんですか。はい。あ、どうもこんにちは。失礼します。Et c'est ainsi que nous faisons la connaissance de ce charmant collectionneur connu dans tout le Japon sous le pseudonyme Lo-san. Et 昨日はですね、新潟でした。新潟フィギュアさんのとこ行って。フィギュアさん行って1日。Lo-san est ce que l'on appelle un bon vivant. Dès les premières minutes, nous sommes séduits par son entrain, sa sympathie communicative et son enthousiasme. On s'apprête une fois de plus à découvrir une collection fantastique.